おはようございます。木下優香のゆるちゃんです。ちょっと声晴れがね全然変えとるあれこれはね白湯です。風邪の時めっちゃいいです。でもこれ50度ぐらいにね冷めて飲むのが一番いいらしいんやけど、ちょっともう湯気がすごいからこれ絶対50度以上ある。暑いしサーモスカップだからめっちゃ冷やない。ちょっとやめとこうこれもうだって多分このままではね一生飲まれんからね。なんか動画撮りながらやからあんま冷めんやつのがいいかなと思ったんよ。こいつを第2弾にしとこう。そしたらなんかちょうどいいぐらいに冷めそう。蜂蜜入れようかなはい、ちょっと喉のためにね蜂蜜を入れてきました。うまい。まあでも白湯だけでも喉にいいんやと思うんやけど、ほらね声もう出るようになったじゃん。結構ね完全体になっとるんやけど、完全体まだね喉だけちょっと後遺症が残っとるんよ。もう風邪の時の喉の炎症がひどすぎて、風邪が治っても喉はまだちょっと敏感な状態っていうのが続くよね。なんかネットで私調べたけど、この時に無理をしたらいけんらしいよ。だからちょっとねまだ辛いもの食べれてないと食べたいけど、ご飯はたくさん食べているけど辛いものは食べてない。はい、久しぶりのねゆるちゃんです。多分ロンじゃないゆるちゃんってめっちゃ久しぶりやと思う。これメインチャンネルでお知らせしたんですけど、水曜日お休みをいただけることになったじゃないですか。いや勝手にとっていいんですけど、さあでも時間にね余裕ができているわけですよ。昨日とかね久しぶりにベッドでゴロゴロした。私ねもうずっと寝るときはもう限界まで仕事をして、これ編集ねしてもう気絶するわ、これもう寝るしかないってなって初めてベッドでバンって寝るんよね。だからベッドでゴロゴロするとかなかったの。そういうタイム私にはなかったの。でも水曜日お休みをするということになったって、昨日はねベッドでゴロゴロしとった。幸せと思った。ベッドでゴロゴロしながらスマホ見て、ベッドでゴロゴロしながらあみちゃんのインスタライブ見てためっちゃ癒されたでもほんとね YouTube とかもね私も見てないの、人の YouTube をね。でもう時間ができたからこれから見れるからめっちゃ嬉しい。基本的にいつもくつろいだことがなかったの、ここ最近ずっと。見たい作品があったり、YouTube とかのもなんやけどあったら必ずご飯食べながらメイクをしながらもう何かをしながらもう並行してずっとやってたんよね。これからはちょっともうそれ一点集中でできるなって思ってめっちゃ嬉しい。ちなみに私メイクしてる時はいつもねソワちゃんの動画見てる。もうなんかこうメイクしながら画面とかをたまに気になった時見るだけでもすごい面白い。声だけでもめっちゃ面白いからすごい嬉しい。洗顔とかちょっと耳がさよく聞こえん時も手をさ YouTube の動画が至急確認できない状態の時だけは音楽かけてる。そういう毎日送ってる何の報告がはい、今日はですね皆さん最近の私のヘアセット動画を見せたいと思ってヘアセットの風景を見せたいと思ってですね皆さん違うんですよ。ヘアセットのやり方公開じゃないんですよ。風景を見せている動画ですなんでちょっと分かりにくいよとか言わないで、これは風景を流しているだけだからちょっと出てきてみて、ここめっちゃ気になるんだけどみたいになったら、もしかしたら後から動画とかTwitter でやるかもしれんけど、ちょっと今の時はもう風景を流すだけです。風景をお楽しみください。今ですね久しぶりに朝の8時の25分に動画撮ってるんですよ。こんなことないです。私だいたいもう朝方毎日もう7時とか6時に寝て朝10時に起きて、それからメイクしていろんな準備してだったから撮影はだいたい12時開始だったんですけど、今日めっちゃ久しぶりの朝8時からの撮影です。はい、そうちょっと気持ちいいですね。でこれはですねもうこれリアルに私の動画が撮る前の状態なんですよ。もうこれは部屋着で髪の毛は絶対ピンはこっちに留めてるんですよっていう感じで全部言います、リアルに。で私はね部屋着からちょっと YouTube の動画を撮る時の格好に着替えるんやけど、その着替えている服を選んでいる間にじゃん、これ私が使ってるのはヘアビューロンの中ぐらいの太さのやつなんやけど 34mm、 これをスイッチ入れて温めておきます。私いつも180度一番強いやつこ
これはやけどするかもしれないけどみんな気をつけよう。でちょっと服を選んできます。このタイミングでピンを取ります。私ね本当に分け目はこっちなので、美容師さんとかから言われてずっとそれからそうやっとるんだけど、自分の分け目と違う方向でピンを留めていれば自然な感じで前髪できるよって言われてるから、そうしています。留めてる方向でやっちゃうと多分こうめっちゃピンの跡がつくんよね。私ストレートの前髪が好きなんよ。だからこういう感じです。もうねこうカールさせたりするのが好きじゃないの。女の子らしいやつがね似合わんのよ。はい、ちょっといつもより女の子っぽい格好ですよね。今日はねこの後ね告知動画を撮ろうと思ってるんですよ。でいつもね大食い動画だったらもうこういう格好はしない。でね動画用に好きな T シャツを買うんですよ。部屋着ではないけどお外では着ていかない服とかをいつも動画では着るのね。お外で着ていく気分もあるけど、これはでも完全にお外に着ていく時の服です。ちょっとねちなみにこれ下もスカートなんだけどセットアップになってるとめっちゃ可愛いくない？なんか最近私さ太ったんよね。風邪をひいとったじゃん。そしたら太ったの。風邪ひいとったらさ普通痩せるやん。どういうことって感じ。多分でも風邪をひくとさ食べる量はね普段より減っとったんやけど代謝が多分落ちるんよね。エネルギーがあんまりないからだから逆に太るんやと思う。なんかいつもみたいにもうこう消化にやる気がないから太ったんやと思う。あと普通に動いてないからね。朝だからちょっとおはようツイートしよう。今日なんかこのおはようツイートにこのムービーつけよう。お部屋撮影部屋のおはようってちゃんとお花もね。はい、なんか喋っちゃった。ちゃんとお花もね。なんか喋っちゃった。ここ私お花結構ねちょくちょく変えとるんよ。みんな気にしているかな。最近私ツイッターねよくするんよ。なんか私流行り自分の中でやったらやるときとやらんときの差が結構激しい。なんか今やりたいブームが来とる私の中で。今日の一番最初のいいねはランディさんという方です。この外国の方だな。2番目は A 浅井さんですね。ありがとうございます。はい、でですよ、ツイートタイムは終わりです。今日は一番私のこの髪型がさちょっとボブじゃないですか。で何にもヘアアレンジとかをしない日のやつです。普通にちょっと整える日です。なんかお団子のやつをね最近よくさ教えてって言ってくれる人とかがおるんだけど、今度それはやります。今日は普通のやつ。太った。はい、じゃあやっていきます。今嘘が一つだけあるんやけど普段はここで髪の毛やらないです。洗面所でやります。今日はでもね撮影なのでここでやります。どうしとったっけな。全体的にまず最初に外鼻にします。なんかおかしい。これ外鼻になってない。ちょっとさなんかいつもとさ具合が違うからさ間違えるよね。もうなんか雑に外羽ね。全体的に雑に外羽ね。なんか最初にゴミ箱がコンセントの邪魔をしてる。最初にこうなんか大まかな流れみたいのを作るとなんか後々のセットが作りやすいらしくって、最初に雑に外羽ね。頭頂部だけはね外羽にせんのよ私。頭頂部だけは内巻き。頭頂部つむじっていうのか座りながらいつもせんからその時点でちょっとで、そしたら全然外鼻になってない。なんかならんわ。そしたら細かいやつをしていきます。自分的にこうじゃないっていうところをもう細かくしていきます。ほんともうこんな感じ。この1本取るのめっちゃこんな感じ。でも私ランダムにしたいからここら辺もランダムで巻いていきます。ザーって雑に。難しいよね私苦手髪の毛のやつって。もう微調整って感じ。ここ細かくやっていけば加工がつくっていうのはなんていうのそれなりになるんよ。全部ビッてやると難しいと逆にこの辺とかも根元に近い毛とかも私はやりたいからこう細かくこっちはなって思うところがあったらどんどん細かく。ちなみに私はあんまりそのコテを使う前になんかつけたりしないです。ちょっと違うな。なんかさここもうちょっとふわっとさせたいのにみたいなところがあったらこうやって細かくやっていけばいい。なん
なんかめんどくさいように思えるかもしれんけど、この角やった方がもうテクニックがいらんから結果簡単なんだよ。まあとりあえずこっちもやろう。こんな感じね。まだ完成じゃない感じするけど、とりあえずこっちやってからまたもうちょっと微調整しよう。違うかな。ランダムっていうか、でもほぼ内巻きにしたよね私。この辺からランダムにしていったらいいかな。毎日もうなんか気分これって言ったものはないんじゃないかな。毎日が試行錯誤。ちょっとだけ取った方がカールも綺麗に出るしいいね。なんかこの髪型にこの服が合ってない。私首が詰まってる服ってねちょっと苦手ないの。首が太くて短いから似合わんの。こういう首が詰まっている服がなんかね、首が太くて短いってさめっちゃ女性の条件をさ満たしてないよね。私なんかそういうのすごい多い気がする。じゃあなんか全体的に、そしてなんか女性っぽくない私を演出しているはい、ちょっとちっちゃいカメラだからよく分からんけど、後で大きい鏡で見て変と思ったらやり直します。やっぱ結びたくなってきた。こういうことよくある。この毛がおかしいやん。もうダメや。これもう髪で切りに行かないけんやつかもしれん。全然うまくできん。なんで何これ今日湿気湿気のせいにしだす。全然うまくいっていけんないけど、全然綺麗にカール出らんじゃん。これどうしたの。とりあえずここから前髪です。私クリーンとした前髪があんま好きじゃないのであんまりしないように。でもあとは横にやりたいからちょっとそれゆるく前髪の束で取って、もう一番最初はねこう雑に全体の流れ的なやつをで、それで細かく取ってまた微調整。なんかさ私めっちゃ頑張ってるやん毎日すごいな。自分って女子力ないと思いきやなんか努力は一応してるんですね。努力はしてるんですよ。認めてあげてそれが伴っているかいないかはまた別の話。やるだけはやっている。うまくできるかできないかはまた別の話。コテ危ないからね。この辺をふわっとさせたい。前髪を切りたい。自分で切られんから。いつも美容院で1ヶ月後にもう限界だっていうぐらいの長さに今日切ってくださいって言うと1ヶ月毎月行くからね美容院に。全然うまくいけない。後巻きカールだったかなんか変と思って内巻きでずっと変だなと思ったら、その時はちょっと外巻きにしてみる。なんかね外巻きなのにさ内巻きになったりさ、内巻きをしているのに外羽になったりさ、ちょっとね髪の毛はちょっと謎がいいから、もうその辺は深く追求せずにそういうもんなんだと思っておとなしくなんか思い通りいかんかったら逆のことをしてみる。お腹すいたよ。左右の案の定冷めとる。程よい。
60度ぐらい多分ある。もういっかなもういっかな。ほど取らんといけんかったかな。私無造作髪型みたいなのにしたいの。あざといね。何にも無造作じゃないよこんなに頑張っている。無造作風にしているけれど、こんなの朝起きて何もしないよ、もう簡単とか言わない。頑張ったよ、努力したよっていう、そういうあざとさ私にはない。私たまにあざといって言われるやん。あざとくないよあざとくないの。本当に天然でやってるよ、私のことは。あざといことをするのが恥ずかしい。あざといことをしたってあざといことをできないんだろうなっていう意識があるから、何女の子ぶってんねんってなるから、私あざとくないよ基本的に。なんで木下のくせにあざといことしてんだよってなっちゃうから、あざとくないっていうか、でもできたらしとるかもね。できないからしてないの。できることならばしたい、私だって。私さ、ぶりっ子っていうのたまに言われるんやけど、ぶりっ子もしてらん本当に。でもね、できることならばしたい、本当私だってぶりっ子。もし私がぶりっ子をしようとしてそういう風に見えることをしているんだったら、でも見破られている時点でぶりっ子じゃないからね、それ。ぶりっ子なのか。それでも別にぶりっ子なのか。もうできません。今日はもうちょっとどうしよう。もう結ぼうかな、やっぱり。だってなんかもう服装やし、なんかちょっと結んだ方がいい服装やし。分かった、ポニーテールにします。トイレ行きたくなってきた。はい、じゃあここで Google ホームがまだセットアップされていません。開始するにはスマートフォンまたはタブレットで Google ホームアプリをダウンロードしてください。してないんよ。もうロンが Google アプリGoogle ホームにめっちゃ反応しとった。かわいい。ロンご飯。ほら嘘なの、ごめん。嘘だよ。で、はい、ここで来たなここで登場です。ヘアピンやらちょっとなんかあんまり綺麗じゃないかな。ヘアピンやら普通のアメピンです。アメピン。髪の毛のゴムはこういうゴム。ワワロンちゃん蝶ネクタイのさ首輪してるね。かわいいね。でワックスはレイジーっていうやつを使っています。まずはこのワックスを全体にやります。これはね結ぼうが結びまいからやります。これはすごくね柔らかいの、このワックス。めっちゃこれかな。私そうねネイルをしとるから、いつも爪の背中でこう取って手で伸ばす。めっちゃ柔らかい。なんかハンドクリームにもなるぐらいのやつなんだってこれ。だからあんまり肌にも悪くないらしいよ。全体に揉み込みます。今日はなんかあんまカールが出らんから最初にスタイリング剤をつけないといけない日だったかな。もしかして季節の湿気の問題かな。確か私も夏なのにも喉の調子が良くないから加湿器をつけとるんよね。でもどうしてもまだボブで行きたいようならば、ここからもう一回カールしたらいいんじゃないかな。でも私決めた、結ぶっていうことに。前髪を最後手に残ったやつを軽くつけるぐらいの感じ。そしてゴムしようかな。今日ポニーテール遅れ毛出す。でも出しすぎおかしい。程よい遅れ毛。これさ、手をこませてナチュラルな感じにするんだよ。女子って大変だね。女子じゃないけど女性です。私はもう女子って言いやすいやん。でもさ、言わないで女子って年じゃないですよって。なんか女子って言いやすいやん。でも毎回大人女子って言わんといけんじゃんそれもどうかと思う。なんか大人女子っていう響き恥ずかしい。なんかちょっとキラキラしていて恥ずかしい。キャラじゃない。まあこんな感じ。ちょっとなんかこれがあれだな、すごくこの服装に対してこのポニーテール、ほうきの先みたいなポニーテールちょっと違うんだよな。お団子にしようかな。この本初めて買ったんやけどちょっと硬い。でも使いやすいかも。でこれね、私さ去年の情報なんよ。こいつちょっと出して無造作感を出すっていうの。今年まださアプリとか見てないのあんまり。最近ヘアアレンジ知らすようになったから、今年もこれ古かったらどうしよう。去年の情報ないこれ。こうやってね
ちょっとちっちゃくつまんで、もうこれもほんといきなりボンってやったらダメ。これもちょっと微調整しながらやる。だってもう1回出してしまって1回失敗したらもうやり直しやから、もう後戻りはできなくなるよ。まあヘアピンとかでやればいいっちゃいいけど、なっちゃうからちょっとずつやるのがいい。眉毛もね絶対ね最初細く描くんよ。でこの辺ちょっともうちょっと太さ欲しいなと思ったら後から足していくよね。だから最初に太く描いちゃうともう後戻りができないから、もう全部前消しとかしないと戻れないから、最初からね細くちょっとやっていけばそのね心配もない。こうやって横見た時になんかいい感じでモコってさせたいよね。ここがペターンとしてるとあまりなんかちょっとペターンとしとるよね。だからこうモコっとさせるの。ちょっとこれおかしいで、髪の毛はちょっと耳をちょっと隠す髪の毛で前髪もちょっとカールさせようかな。この部屋で見るからちょっとなんかいまいちなのかな。洗面所で見るとさ、なんかさ全てがさいい感じに見えるんだよね。光の加減なのかな。ちょっと暗いからかな。これ全部があらわになるから自分が今まで良くなかったことに今気づいた。そして私が正座しちゃったからね。おでこ出そうかな。今日はやめとこう。何をしたいんだろうと。お団子にするって言ったね私。この方やったらあんまりだからくるりんぱにしよう。くるりんぱのやりますね。カメラにつくかなちゃんと。ここに手を入れてもうなんかぐちゃってなるけど、そこはもう思い切ろう。やって出してこうキュッ。普段だったら洗面所三面鏡だからこう見ながらやるけどちょっと汚いかもしれんけど、そこはで、この出たやつちょっと多分おかしいよね。この出たやつはこの辺でピンって留めたりする。ピンで隠す。でね、私ヘアアレンジの時に私も下手だからすごいなんかあんま上手じゃないんだけど、うまくやるコツ教えてってツイッターのコメント欄でこう書いてくれてた人がおったんだけど、なんかすっごいおかしいこれ。それね、だからね、そういう場合はね、もうヘアピンを余すことなく使うこと。もうこれでもかっていうぐらいヘアピンで全てを賄うヘアピンで。でもちょっとこいつ出しすぎちゃったってのがあったらもうヘアピンピッてやるし、あんま気にしないヘアピン。やっぱかっこ悪いかな、ヘアピンがブツブツいっぱい刺さってるのって。あんまり私はいつもそうしてる。自分が満足いく髪型になるまでヘアピン地獄。このこれが必要なのかな。むずいよ。なんか私髪質がねあんまり良くないの。硬くてストレートな髪なの。あんまりこう最近の流行りはさふわっとしたやつやん。くるりんぱしてからだとあんまね毛が出らんことなるけポニーテールの間にやった方がいいよ。ちょっと微調整は私三面鏡のある洗面所でやってきます。基本こんな感じです。はい、後ろこんな感じです。でも普段私も後ろとかあんま気にしてない。動画撮るときはさ前しか映らんからお外行くときだけこうやって頑張るかな。でも前髪がむっちゃ気に食わんの今日。編集前にお腹いっぱいになるまで食べるの。お腹いっぱいになるまで食べるとさ、もうお腹いっぱいまで食べることってないんやけど、消化にエネルギー使うレベルの量、普段の食事を満腹になるまでは食べるの。満足いくまでは食べるんやけど、で眠たくなっちゃうからもうわざと空腹状態でやりたいのね。仕事があったりするときはこの辺がさ、あれじゃない、頬骨が出とるからこうしたいのね。結んだときは結んでからのまた微調整が大事。坊主になりたい。坊主の人っていいよね。髪の毛があるからいけないんだよあるからやらないといけないなっていう気持ちになるの。もういっそ坊主ならばやる必要がない。ネガティブだな。はい、こんな感じでいいでしょう。もう意外といい感じになったかも。じゃあもう前髪が伸びてきちゃってるからね。はい、こんな感じです。後ろもちょっと見せて。はい、おかげでこれから動画を撮ることができます。ちょっとおかしいぞ。いいか。いいんだ、時間が経ったら落ち着いてくるから。でまたなんかヘアアレンジの動画出したいと思います。私思ったんよね。ロンもめっちゃ出しとるじゃん、このゆろちゃんで。
でなんか最近ゆるちゃんまた撮れるようになってきたなっていう気がするから、もう一個チャンネル作ってそっちをロンのチャンネルにしようかなと思って、チャンネルをさ別にたくさん作りたいわけじゃないんだけど、ロンを期待していてゆるちゃんを開いた人がこの私のヘアアレンジだった時のがっかり感で、逆もしかりですよ。メイン動画とゆるちゃんを分けてるのはそれが理由の一つなんですよね。メイン動画は編集めっちゃ大変だから、ゆるちゃんはちょっとゆるい編集でもいいじゃんっていう感じの住み分けなんですよね。だからでも視聴者さんの層によってチャンネルも分けなきゃいけないのかなって思うよね。めっちゃなんか視聴者さんから大人気のクリエイターさんとかだと、もうゆるちゃんは何をしてもいいチャンネルだったりするだろうからいいんだろうけど、私はねそうじゃないの分かっているから、住み分けをせんといけんのかなとかちょっと思っちゃう。あ、イヤリングしない。ちょっとイヤリング持ってこよう。今日は何日かな。はい、イヤリングしてきました。いつもはなんか最終的につけたりしますね。でも忘れがち。イヤリングがあるかないからさ、すごい雰囲気変わるからさ、イヤリングめっちゃ好き。なんか今日のさ服めっちゃなんか物足りんくないと思ってもイヤリングをつけるだけでめっちゃなんかいい感じになります。私ね、ピアスが開いてないと、だからピアスの方がさデザインといいやん。可愛いイヤリングを頑張って探しています、いつも。はい、じゃあ今日のゆるちゃんはこんな感じです。ASMR はい、じゃあ最後エンディング ASMR で撮ろう。今日は久しぶりのゆるちゃんでした。みんな見てくれてありがとうございます。じゃあまた次のゆるちゃんでお会いしましょう。でもね、今日のメイン動画がもしかしたらしてないかな。今日水曜日かな、わからんそれは。はい、水曜日だったらお休みです。更新されているかもしれないので見てもらえたら嬉しいです。バイバーイ。じゃあもうちょっと声出すのかな。はいバイ、難しいよでも。バイバーイぐらい。